どうも、クーピーチャンネルです。今、ナッツ RV 北九州店にいます。今日はこちらの発表されたばかりの新型キャンピングカー、フォルトナに実際に乗ってみて、一般道高速道路を走行し、乗る心地を体感します。ベース車両がフィアット、デュカトということで、日本のキャンピングカーを語る上で、これから外せない車両になります。今後、日本のキャンピングカーは、カムロードベース、ハイエースベースから、このデュカトベースに変わるのでしょうか。今日は見極めたいと思います。自分もハイゼットトラックベースの軽キャブコン、ボンゴベースのライトキャブコン、カムロードベースのキャブコンなどいろいろなキャブコンに乗りました。ですがトラックベースなので乗り心地はあまり期待できません。実際にキャンピングカー乗っている人としての目線で違いを体感し、リアルな本音でお伝えします。一番気になるのがこの横の揺れと縦の揺れです。パワーは 2.2 リッターディーゼルターボエンジン、最大出力180馬力、最大トリック450ニュートンということで申し分ないと思います。今までいろんなキャンピングカーに乗りましたが、やっぱり気になるのが横の揺れ、コーナリング時左右のロールですね、傾き、そして路面のショックの縦の揺れ、これがどうしてもキャンピングカーは普通車に比べるとかなり大きいです。この違いを体感します。そしてもう一つ、車自体が大きいので一般道での乗り心地や駐車のしやすさですね。全長 5410mm、 全幅 2050mm、 全高 2525mm、 日本の駐車場がだいたい幅 2m、 長さ 5m なのではみ出します。実際の旅を想定してどこかお店で駐車してみます。それでは試乗する前に簡単に外装内装をお伝えします。スペックはこちらにまとめておきます。外装のフロントとサイドなんですけど、商用車とは思えないデザインですね。めちゃくちゃかっこいいです。これサイドミラーなんですけど、めちゃくちゃ大きいですね。電動ステップもあります。タイヤが 225-75R16CP とかなり大きいです。リアなんですけど、このドアのヒンジがナッツ RV 特製で小さくなってます。普通は全開するんですけど、ここまでしか開かないようになってます。こんだけ開けば十分ですよね。このヒンジが目立たなくてすごい細かいおしゃれですよね。そしてこの下、家庭用エアコンの室外機が横置きに設置されてます。これも量産できるようにいろいろ許可を取って金型を作ったそうです。内装も簡単に紹介します。こちらがダイネットで、運転席と助手席が簡単に回転します。6名乗車、大人2人就寝、子供1人就寝です。リアはこちら電動ベッドになってます。面白い作りですよね。これだったら煩わしいベッド展開もなしです。冷蔵庫に電子レンジ、シンク、家庭用エアコンに専用のリチウムバッテリーが搭載されてます。この車両はマルチルームではなくてクローゼットになってます。こんな感じでシャワーやトイレも置けるマルチルームありのレイアウトもあります。室内高は190センチです。で、この車両すごいのが断熱にめちゃくちゃ力入ってるんです。このボディなんですけど、専用の金型を作って量産できるようにしたそうです。中には新開発のポリウール素材に高断熱コンポジットパネルとの組み合わせで、今までのバンコンの中で最高レベルの断熱を実現しているようです。やっぱりバンコンのデメリットは断熱だったんで、これすごいですよね。実際に夏に車尺旅に行ってみて体感してみたいです。後ろのボディも全部断熱されてます。この専用の金型を作ることによって大量生産できるのはやっぱり日本一のビルダー、ナッツ RV ならではですね。それでは実際に試乗に行ってきます。これ右ハンドルなんですね。運転席なんですけど、すごいおしゃれですよね。商用感は全くありません。クルコンもついていて、ミッションは急速 AT でマニュアル操作もできます。そしてなんといってもこのシェードですよね。こんなにも簡単に閉まります。で、サイドもこんな感じで簡単に閉まります。これは本当羨ましいです。ここでドライブモード変えれるんですけど、こんな感じでエコモード、パワーモード、ノーマルモード変えれます。とりあえずノーマルモードでいきます。はい、それでは安全運転で行ってきます。まず動き出した瞬間、軽って思いました。もうスーって走っていきます。そして視認性の良さですね。
これ高さあるんでかなり見えやすいです。でサイドミラーも大きくて、でこれバックミラーはデジタルインナールームミラーになってます。はい、やっぱり車幅がありますんで、こういった街乗りですね、対向車が来た時はその幅がやっぱ気になります。でこういった感じで電信柱が出てる歩道があるんですけど、そういうところはちょっと当たるんじゃないかなとヒヤヒヤします。この辺は慣れればいけるのかもしれません。今ちょっと信号線となったんでちょっと加速してみます。タイム測ります。せーの、はい。はい。アクセルはちょっと強め、前回までは踏んでません。だけどめちゃくちゃ速かったです。シートに背中を押される感覚がありました。このぐらい速かったら街乗りでは他の車を十分リードできるだけのパワーあります。はい、なんか丘みたいなのあったんで一回登ってみます。今40キロでこの上り走行してるんですけど、少し失速しますんでアクセルを軽く踏むだけですぐに40キロに戻ります。これは余裕ですね。はい、急速 AT なんですけど、自分今まで4速 AT か6速 AT しか乗ったことなかったんですけど、初めて乗りました。びっくりしました。これ変速ショック皆無です。こんなんなんですね。なんか CVT ぐらい滑らかです。これ面白いのがゆっくり減速してるんですけど、この減速していくと自動でブリッピングしてくれるんですね。エンジンの回転数が若干上がり、シフトダウンの時のシフトショックが和らぎます。はい、ちょっと一時停止なんでブレーキ強めに踏んでみます。今30キロです。いきます。せーの。あ、よく聞きますね。キャンペーンカーってやっぱり制動距離長いんですけど、これはよく聞きます。乗り心地なんですけど、このシートが結構柔らかくて乗り心地はいいです。すごい衝撃を吸収してくれてます。で気になっていたこの段差ショックの縦の揺れなんですけど、これ意外とあります。なんか過度に期待していたからかもしれません。タイヤも大きいんで、なんかこの足回りは固めのセッティングという気がします。軽キャブコンやライトキャブコンに比べると全然振動はマシなんですけど、カムロードだったら足回り少しいじればこのぐらいの衝撃には収まると思います。ただ足回りがしっかりしている分、コーナリングはかなり期待できると思います。街乗りでのこの3、40キロでの左折のコーナリングいきます。おお、これはすごい。もう全然ロールしません。で何よりもこのハンドリングなんですけど、もう指1本で回せるんちゃうかってぐらい軽いです。これはキャンピングカーとは思えないですね。これだったら街乗りも余裕です。はい、こういったところですね。コンビニの段差などショック1回そのまま登ってみます。あ、やっぱりショックは普通にありますね。ただめちゃくちゃガタンガタンとならなかったんで許容範囲かなと思います。街乗りレビューの最後にこういった普通の駐車場ですね、止めてみます。この画面めちゃくちゃ見やすいですね。これハンドル曲げた分先の予想の方向が出るんで、ギリギリまで後ろまで滑ることができます。後ろはこんな感じでちょっとだけ空いてる状態で、前はやっぱり少し出ますね。横幅は2メーターなんでちょうど収まる感じになります。隣の車が大きい同士だったらもうドアは開かないと思います。なので小さい車の隣かこういった端に止めてギリギリに寄せるのが良さそうです。大型スーパーなどの横の線が2つあるところは問題ないと思うんですけど、こういった1本の線のところはちょっと止めにくいですね。それでは今から高速道路に乗ってこの横揺れでですね、風の煽りとか体験します。あとは加速タイムを計測します。はい、今高速道路入るジャンクションなんですけど、このロール全然ありません。すごいですね。スイスイ曲がっていきます。なんか普通車のようです。はい、今80キロで走行してます。でトラックを追い越されますんで、ちょっと風の煽り体感します。全然揺れません。はい、もう1台大きいトラック来ました。ちょっと体感してみます。どうでしょうか。おお、こんなに大きいトラックでも全然風圧で
横揺れしません。今日なんですけど結構風が強くて、今この風がよく通る橋の上みたいなところ走ってるんですけど、全然揺れません。しかもこれすごい直進安定性がいいですね。ハンドルが全然揺れません。もうずっとまっすぐ走ります。今70キロちょっとで走ってるんですけど、静粛性についてなんですけど、やっぱりバンなんでロードノイズはある程度聞こえます。トラックベースのキャンピングカーと同じぐらいのロードノイズが聞こえます。助手席との会話は問題ないと思います。ただ後ろの後部座席、セカンドシートのダイネットの方との会話は声張らないと聞こえないと思います。高速道路最後のチェックで、このパーキングエリアからの合流のタイムを計測します。40キロからベタ踏みで制限速度の80キロまでタイム測ります。せーの、はい、ベタ踏みです。はい、ジャスト40じゃなくて42、3キロだったんですけど、結構速かったです。加速車線がすごい短かったんですけど、すぐに80キロに達しました。これだったらどんな高速道路でも合流問題ないですね。はい、試乗終わりました。めっちゃいいですね。特に良かったところが加速コーナリング時のロール、風の煽りです。高速道路のトラックの追い越しや橋の上でも風に煽られても全然びくともしません。加速に関しても十分でした。これはナッツ RV さんの加速がかなり軽量に作られているというのもあると思います。そしてデメリットなんですけど、縦の揺れですね。路面のギャップは乗用車という感じまではいきませんでした。でもそんなに嫌な衝撃ではないですね。自分の所有しているライトキャブコの揺れとは違います。なんか収まりがいいというんでしょうか、衝撃のお釣りがないです。次なんですけど、これキャンピングカー全部揺れるんですけど、この死角があります。でミラーでは確認できませんでしたので、こうやって振り返ってこの窓から確認しないといけません。次のデメリットは今回の市場とは関係ないんですけど、購入にあたってビルダーさんの近くに住んでいないとメンテが大変そうです。フィアットさんでは見てくれません。なのでビルダーの近くの人がいいと思います。そしてもう一つ、納期がまだはっきりと決まってないそうです。だいたい1年半くらい、ナスさんのことなんで、ベース車両と生産ラインが整えば早くなると思います。将来的にはこのデュカトのキャブコンも製作予定ということなんで、今後のナスさんの展開が楽しみです。皆さんはハイエースベースやカムロードベース、そして新しく変わったこのデュカトベース買うならどれがいいですか？ぜひコメントで教えてください。参考にさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。